はい、皆さんこんにちは。ついに来てしまいましたか。中古車価格の下落が来てしまったかもしれません。私がですね、ディーラーにいろいろ顔を出してお話聞いていると、そんな気配が強くなってきています。皆様いつもご視聴いただきましてありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。私はこれまで国産輸入車問わずですね、車の見学試乗させていただいておりまして、もう数多くのディーラーさんに顔を出しておりますけれども、最近お話を伺うとですね、やはり車の価格が変わってきているなというふうに思います。今回の動画はですね、私の独断と偏見になりますけれども、いろいろ集めた情報に基づいてですね、車の下取り価格であったり中古車の価格がどうなっていきそうかというところをお伝えしていきたいと思います。まずはですね、供給面からの影響について話したいと思いますが、これはもう皆さんご存知の通り、半導体の影響が和らいでいるというのがあります。まだまだ一部の車種では納期が長いといったのが続いていますけれども、本当にひどい一時期、ちょうど1年前とか1年半前ぐらいの時からするとかなり改善されてきていますので、だいたい1年と言われていた納期が、例えば早ければ半年とか8ヶ月とか、そこら辺に短縮されてきているというのがあります。またレクサスなどの一部のメーカーの車種では非常に納期が長いといったものがあったり、オーダーストップといった状況でしたけれども、一部分でオーダーが再開されて限定的に生産できるようになってきたりとか、そういうのがあると思います。また納期が長かった車種がどんどん納車され出していますので、市場に中古車の玉がなかったものがだんだん玉が増えてきているなといったところから、供給面で変化が起きているのは間違いないですよね。そういった面で仕方なく新車が買えないので中古車を買いたい、そういう方が増えますし、中古車、要するに新型車の新古車にプレミア価格が乗っていたという状態が解消されつつあると言えると思います。それはもう直近の変化で起きているんですけれども、この後さらに怖い変化として私が感じているのはマイナスオプション車の存在なんですね。これはですね、皆さんこれもご存知かと思いますけれども、半導体の影響でオプションを削って売っていた車というのがあったと思います。例えば記憶に新しいところで言うと、メルセデス・ベンツの一部の車種でメモリ付きパワーシートがないですとか、置くだけ充電がない、オートトランクがないといったところから、さまざまなメーカーのオプションがマイナスされて削除されていたかと思います。これはメルセデスだけではなくて BMW もアウディも、そして他のメーカーでも同じだったかと思いますね。私の記憶の中でこれはまずいな、ありなのかって思ったのが、ミニのナビゲーションなしですね。それを聞いた時にはかなりびっくりしました。営業の方はですね、今時の方はナビなくても Apple CarPlay とか、Google をつないでスマートフォンでナビするので全然問題ないですよっていう売り文句を言ってくるわけですよね。確かにスマートフォンの操作に慣れていてスマホのナビでいいという方にはそれで全く問題ないんですけど、車を売る時になってナビがない車ってどうだと思いますか？そういった意味で営業の方がちゃんと真摯にそういったことを伝えてくれているかというと、多分伝えてないと思うんですよね。そういったマイナスオプション車が溢れている状態で、そのマイナスオプションの車が3年経って今度中古車市場に出回ってくるわけですよね。なのでオーナーさんが次に手放す時に買い取り価格が下がるんじゃないかというのが容易に予想できると思うんですよね。現にですね、もうオプションつけられるようになってきていますし、納期も先ほど言った通り早まってきていますので、そういった面でも不利になってしまうなというのがありますよね。そしてさらにですね、中古車価格が下がりそうな理由として大きくあるのが、新車で値引きが増えつつあるということがあると思います。これですね、皆さん感じていらっしゃるかもしれないんですけれども、各メーカーさんで話を聞いたり、見積もり確認してみたりするとですね、やはりですね、これまで新車が少ないので買えなかった、要するに値引きなしでも即決しないとダメだったわけですよね。それが変わってきて、
新車で売るために値引きしないとお客様に選んでもらえないというメーカーさんや一部のディーラーが出てきているわけで、これまで値引きしていなかったところで値引きが入っているんですね。でさらにですね、今やはりちょっと足元不景気というか金融市場とかも不安定な部分がありますので、新車を買い控えるといった動きもある中で、新車が売れないと、以前より売れなくなってきている部分があり、そうした中で売ろうと思うとやはり値引きということが出てくるわけですよね。そしてこの値引きは、買う分にはいいんですけど、買った後売るときにですね、やはり中古車市場に対してマイナスに働きますので、値引きが大きい車はやはり値下がりも大きいと、買い取り価格が下がりやすいというところがありますので、そういった意味で中古車価格は今後さらに一段下がる可能性があるんじゃないかなというふうに私は感じています。あとですね、個人的に気をつけたい車種っていうのがあるかなと思ってまして、それを紹介しておきたいんですけれども、まず一つ目がですね、レクサスの NX ですね。新型 NX、 こちらはですね、もう供給不足で買えないと。でもオーダー開始時と同時にスタートダッシュで注文しておかないと、もう横断ストップになって頼めなかったわけですよね。でそれがですね、中古車市場に、新古車で出ていった時に、だいたい新型 NX700 万円からですけれども、価格900万とかで、それ以上とかで売られていたこともあったかと思いますけど、これはもう間違いなく下がると思います。でそれはですね、もう新型 NX 納車されだしてますし、そういった供給の面が落ち着いてきた時にプレミア価格がなくなるというのは目に見えてますよね。ただレクサスについては基本的に値引きはしないというのは変わっていませんので、そういった意味では、適正な価格に戻るといった表現が正しいんじゃないかなと思いますけれども、これまで、新車買ってすぐ売ったら儲かるみたいな異常な世界はもう正しい状態に戻るんじゃないかなと思います。続いてですね、気になる車種としてはやはり BMW とかアウディとかですね、そういったドイツ系の車についてですけれども、これはですね、一部値段上がっていた部分ありますけれども、例えばスポーツ系のグレードとか、限定車とかそういった部分ありますけれども、基本的にですね、そこまで大きな影響はないかなというふうに個人的には見ていると感じてます。なぜかっていうと、もともとですね、値下がりしやすい車種なんですよね。皆さんご存知のことかと思いますけれども、ドイツ車で、3シリーズとかアウディ A4 とかメルセデスの C クラスとか、そこら辺の、屋台骨となる車種で、一番数が出るものについてはですね、中古車市場で球数ももともと多いですし、買ったらすぐに3割下がりますよといった世界でしたので、これまで中古車が少なかったので、少し下がりづらくなっていましたけれども、それでも下がっているというのが常ですので、あんまり変わらないかなというのが個人的に感じてます。あとはですね、気をつけたいなというふうに思うのは、最後に特にトヨタ系とかのハイブリッド車種ですかね。ちょうど1年ぐらい前から新型のボクシーとかノアとか出ていますけれども、それについてもデリバリーが始まって球数が増えていますので、中古車価格はだいぶこなれてきたなというふうに思いますし、私が特に気にしたい車種としてはアルファード、ベルファイア系ですかね。本当に長年人気があって、中古車価格、買取価格高かった状態続いていますけれども、いよいよ球数が増えすぎているなというのと、いよいよ新型もちょっと見え隠れしだしていますので、ここら辺で、現行型の中古車価格は、1段もしくは2段ぐらいドスンと下がる可能性があるなというふうに見ています。そしてですね、新型のアルファードとかが出てくれば、また中古車市場に、現行車の乗り換えで車種の数が増えてきますので、さらに下がるんじゃないかなということで、もう売り時の限界を超えたかな、来てるなというのが感じられますよね。はい、今回の動画まとめますとですね、半導体の影響が落ち着いてきて、供給面が回復してきたので、
プレミア価格だったっていうところが戻って、価格が変化してくるだろうというお話と、あとはですね、マイナーズオプション車が存在することによって売る時の価格が変化しそうだというお話、そして最後に、景気動向の話がありまして、買い控えによる新車の値引きが増えているといったところで、中古車市場に影響が今後出てくるだろうというお話で、もうすでに影響が出ているところと、今後さらに半年1年でさらに影響が出そうだというところについてお話をしました。皆さんそれぞれ情報とかお考えをお持ちだと思いますので、よろしければコメントなどでいろいろ教えてください。今回はですね、車の価格の話ばかりしましたけれども、基本的にいい車が増えているなと思いますし、やはり乗ってみるとそれぞれ個性があって違うなと思う場面が多々ありますので、やっぱり車を楽しむというのが大事じゃないかなと私は思っています。はい、今回ですね、私の独断と偏見によるお話でしたけれども、ご参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。